2019年4月16日、アップルとクアルコムは世界中で続いていた両者間の訴訟を終わらせる合意を発表しました。契約製造者との争いも含む世界規模の和解です。合意にはアップルからの支払いが含まれましたが、金額は公表されていません。一方、クアルコムはその四半期にアップルと契約製造者との和解に関連するライセンス収益47億ドルを計上しました。これは公開された和解金額ではありません。注目すべきは金額の大きさだけではありません。なぜ通信技術の特許、チップ供給、契約、そして各国の法制度が一つの交渉パッケージを作ったのでしょうか。製品だけを見ていると、この力は見えません。今回は、クアルコムの2つの事業、標準必須特許の仕組み、そして訴訟の結末を分けて整理します。古典の第三刑、借刀殺人は、第三者の制度を交渉力へ変える構造を考える補助線です。クアルコムを見るときは、チップを供給する事業と、無線通信技術をライセンスする事業を分ける必要があります。一方は製品の供給。もう一方は技術を使う権利の契約です。スマートフォン企業は性能、供給、知財を別々に交渉しながら一つの製品を作ります。この二層を混同すると、チップの購入価格と通信技術を利用する条件が同じ交渉だと誤解してしまいます。通信規格は異なる端末と基地局がつながるための共通ルールです。その規格を実装するために避けられない特許は標準必須特許と呼ばれます。ここでは単に特許を多く持つより、業界全体が使う標準とどのような条件で結びついているかが重要になります。標準は市場を広げますが、必須技術を持つ企業と利用する企業の間には価格と条件をめぐる交渉が生まれます。2017年、争いは複数の方向から始まりました。米国の FTC はクアルコムを独占禁止法上の問題で提訴しました。アップルも別にライセンス慣行などをめぐってクアルコムを提訴します。クアルコムは反論し、両者の争いは複数の法域へ広がりました。この時、戦場は一つではありません。裁判所、規制当局、特許契約、部品供給、契約製造者との関係。それぞれに異なる判断者と期限があります。一つの判決だけで全体が決まるのではなく、複数の不確実性が同時に交渉条件を変えていきます。ある国で有利でも別の国では不利かもしれず、裁判に勝っても製品供給が遅れれば事業上の損失が出ます。法的勝敗と事業成果は同じではない。2019年の合意は、その複数の争いを一つのパッケージで終わらせました。アップルからクアルコムへの支払い。2019年4月1日付で発行する6年間のライセンス。さらに2年の延長オプション。そして複数年のチップセット供給です。法廷だけを終えるのではなく、その後に製品を作り続けるための関係まで同時に設定しました。クアルコムが開示した47億ドルは、この和解に関連して計上したライセンス収益です。共同発表で明かされたアップルの支払い額ではありません。数字を使うなら、誰がどの会計期間に何として記録した数字かまで示す必要があります。法的評価も一方向ではありません。FTC 事件では2019年に地裁がクアルコムへ不利な判断を出しました。しかし、2020年、第9巡回区控訴裁判所は、地裁判決と世界的な唆し命令を覆しました。FTC は2021年、最高裁への上告を求めないと表明します。同じ事業慣行でも、信求と法理の評価によって
結論が変わり得ることを示す経緯です。この事例から読めるのは、どちらが善でどちらが悪かという単純な物語ではありません。技術を標準へ結び、特許を契約へ結び、契約を供給と交渉へ結ぶ。制度を事業の外部環境ではなく、事業構造の一部として扱う企業は、製品価格以外の交渉点を持てます。反対に、重要な標準や供給を一社へ依存すれば、製品が売れていても、交渉の選択肢は狭くなります。これは36系の暗簿に記された話です。狙う側は、チェ観光。目的は、隣国の帝を取ること。しかし帝には豪傑や良心がいて、正面から攻めれば強い抵抗を受けます。そこでチェ観光は、帝の有力者たちの名前を書き出し、彼らに領だと官爵を与えるという偽の名約文書を作りました。さらに城門の外に祭壇を設け、誓約したように見せて文書を埋めます。帝の内部にチェと通じた者がいると思わせる仕掛けでした。研究は文書を見て、両親たちがチェと通じ、内乱を企てていると誤認します。そして、自ら国を支える者たちを殺しました。K は戦う前に自分の防衛力を失います。そこへチェ観光が攻め込み、K を取りました。チェ観光が借りた刀は、Kキュン自身の命令権です。相手の力で相手を弱らせ、自分は先に兵力を使わず目的を達する。だからこのKは釈刀殺人と呼ばれます。巧妙さだけでなく、疑念によって国が自ら守りを壊した悲劇でもあります。第一の教訓は、特許件数だけを知財力と考えないことです。その技術は標準に必要か、代替手段はあるか、契約更新の時期はいつか、供給とライセンスはどう連動するか、依存関係を地図にすると、本当の交渉力と本当の弱点が見えてきます。自社の権利だけでなく、製品一つを出すために他社から借りている権利も同じ地図に載せます。第2の教訓は、ホームを最後の防御線に置かないことです。研究開発、標準化、資材、調達、製品計画が別々に動けば、制度上の強みは事業成果につながりません。どの技術を標準へ提案し、どの権利を残し、どの供給関係を作るかを一つの戦略として設計します。係争が始まってから集めるのではなく、平時から契約期限、代替供給、各国規制を共通の意思決定表で管理します。あなたの会社が利用している制度の中で、交渉力に変えられるものは何でしょうか。逆に、競合だけが抑えている標準、認証、データ、契約はありませんか。自分の刀を磨くだけでなく、戦場のルールを読む。それが現代の釈刀殺人です。